五徳谷の夜泣き石。雪の降る寂しい夜にすすり泣く声が聞こえるという石がある。戦国の時代、豊前の国五徳谷という村に平五郎という若者が住んでいた。この平五郎は百姓の子で、よく働く近所でも評判の若者だった。平五郎にはおよしという幼なじみの娘がいた。このおよしも気立てがよく、心の優しい美しい娘だった。仲睦まじい二人を見て、二人の親たちもゆくゆくは夫婦にと将来を楽しんでいた。ところがある年のこと、笛や太鼓の祭り囃子でにぎわう夏祭りの夜に、鬼ヶ城という城から来ていたおふさという女中がいた。このおふさとふとしたきっかけで仲良くなった平五郎は、すっかりおふさの虜となってしまった。住む世界も身分も違う二人はなかなか会うことができなかったが、そのことが二人の絆をより一層深めていた。そんな二人を見ておよしは、身分の違う二人の将来を悲観してか、もしかすると平五郎への恋心だったかもしれない。平五郎におふさへの思いをとどめるように忠告した。しかし、おふさに夢中になっていた平五郎は、その忠告に耳を貸さなかった。二人の恋はもうとどまるところを知らなかったのだ。そして月日は流れ、厳しい冬の雪の降るある日、鬼ヶ城は突如として戦乱の舞台となった。敵国の軍勢3万余機が攻め込んできたのだ。村人たちは混乱の最中、家を離れ山奥へと逃げ出し、身を隠した。しかし平五郎は城にいるおふさのことが気がかりでならなかった。およしは平五郎と一緒に逃げようと諭していたが、城から火の手が上がるのを見ると、平五郎は城に向かって夢中で駆け出した。平五郎さん、平五郎さん。平五郎の後を追ったおよしの声は、吹雪き出した雪にかき消された。平五郎は暗闇の深い雪に包まれた城への道を必死で駆け上がっていった。そして火の海に包まれた鬼ヶ城へたどり着くと、逃げ惑う女中の中におふさの姿を見た。おふささん。二人は駆け寄り、必死と抱き合い、お互いの無事を確認し合った。そして裸足で飛び出してきていたおふさを背負い、敵兵の目を盗みながら山を下った。降り積もる雪はおふさの体温をみるみる奪い、
おふさの命の灯火が刻一刻と弱まっているのを背中で感じていた。平五郎は敵兵の目の届かない安全な場所まで来ると、なんとか薪を集め火を起こした。冷え切った二人の体は徐々に温まり、おふさの命の灯火も再び燃え上がったようだった。平五郎は焚き火が溶け出した雪で濡れないように注意しながら薪をくべていた。すると溶け出した雪の中に何かが見える。それは人の手だった。平五郎が急いで掘り起こすと、その雪の下には真っ白な顔をしたおよしが冷たくなっていた。平五郎の後を追い、暗闇の中、深い雪に包まれて力尽きたおよしだった。平五郎はもう戻らない冷たくなったおよしを抱きかかえた。その時、頭上で大きな音がした。山の上から大きな石がいくつも転がり落ちてきたのだ。雪煙を上げ、轟音を響かせて落ちてくる石は瞬く間に3人の上に転げ落ちた。この石は鬼ヶ城の兵が敵国の軍勢に向けて落とした石だった。やがて戦が終わり、村人たちは村に帰り、家族の無事を確認し合った。しかし、2人、いや3人の行方を知る者は誰一人としていなかった。そして春が来て雪が溶け出すと、村人は大きな石の下敷きになった3人の変わり果てた姿を見たのである。村人たちは3人を手厚く葬った。それからというもの、雪の降る寂しい夜に、この石から3人のすすり泣く声が聞こえてくる。この石は真行寺というお寺に運ばれ、現在もなお3人の魂を弔うために祀られている。